殺人マシーンの異名を持つ IQ170 の大量殺人鬼ロドニー・アルカラ。全米を震撼させる逃走中の凶悪犯ワースト10にも選ばれたこの男。アメリカ犯罪史上最もふてぶてしい殺人鬼が見せた驚愕すぎる行動とは。本日ご紹介するのはなんと IQ170 もある天才シリアルキラーロドニー・アルカラという男なんです。なんとこの男はね、逃亡犯にもかかわらずもうとんでもない頭脳の持ち主で、もうねやっちゃうんすよ何も情報がないじゃん。やっちゃうんすよ。情報がないわよ。何？例えばこういうことをね平気でやるような男なんです、ロドニーさんは。はい、というわけで、行ってみましょう。憎らしいほどの頭脳と恐ろしいほどの大胆さを併せ持つ天才殺人鬼ロドニー・アルカラ。アメリカ史上最もふてぶてしい殺人鬼の本性とは。悲劇の始まり。天才シリアルキラーロドニー・アルカラは1943年アメリカテキサス州で誕生しました。彼は小さい頃から普通の人とは違っていたんです。21歳の時には病院で反社会性人格と診断され、当時所属していた陸軍から除隊させられてしまうんです。しかしかなり頭の切れたロドニーはその後ロサンゼルスに戻り、カリフォルニア州ロサンゼルス校に入学。25歳で美術学士を取得します。この美術学士の取得はなかなかの難問だったんですが、 IQ170 の彼にとってはそれくらい造作もないことだったんです。そうして大学を卒業したロドニーだったんですが、ここから突如強行に出るようになるんです。最初に彼が毒牙を向けたのはタリ・シャピロという当時8歳の少女。時は1968年アメリカロサンゼルス。当時25歳のロドニーは少女タリが徒歩で学校に向かっているところを車で拉致し、自宅のアパートで犯行に及びます。しかしロドニーがタリを誘拐するところは通行人に目撃されており、通報を受けた警察が即座にロドニーのアパートに駆けつけました。しかし逃走経路を準備していたロドニーに対し警察はまんまと逃亡を許してしまいます。そしてその後ロドニーの去った部屋に立ち入った警察が目にしたのは、頭部を殴打されるなどの暴行を受け瀕死の状態の少女タリの姿だったんです。残虐な惨状に警察は絶句するんですが、必死な救命によりタリは一命を取り留めます。その後ロドニーの各部屋を捜索する警察でしたが、寝室の扉を開いた瞬間、背筋が凍るほどの大量のあるものを発見するんです。それは大量の女性の写真。そう、寝室の壁にはびっしりと女性を盗撮した写真が飾ってあったんです。この吐き気のするような光景に、彼はとんでもないモンスターだ、州をまたいで犯行するに違いないと確信した警察はすぐにロドニーを指名手配するんです。さらに FBI もロドニーの危険性を確信し、1969年ロドニーを 10 Most Wanted FBI 重大最重要指名手配犯に掲載したんです。10 Most Wanted とは全米を震撼させる逃走中の凶悪犯ワースト10と位置づけられ、テロ組織アルカイダのウサマ・ビンラディンもかつて入っていたほどの第一級危険人物しか載らないリストなんです。しかしそんなリストに載りながらもロドニーは持ち前の天才的な頭脳で難なく捜査の目をかいくぐり逃亡することに成功したんです。ロドニーはニューヨークに移動、そして逃亡犯とは思えないとんでもない生活を送り始めるんです。家に大量の女の写真持ってるけどもあんたと一緒じゃない？いや俺女の写真なんて物騒なもの持ってねえよ。何？エロ本。俺が持ってんのエロ本。エロティシズム。ニューヨークでの生活。まんまと逃亡に成功したロドニー。彼はその後ニューヨークに飛び、身元がバレないようジョン・バーガーという偽名を名乗り始めます。美味しそうだな。そのままひそひそと世間から身を隠しながら過ごすかに思われたのですが、ロドニーはその偽名を使って驚きの行動に出るんです。なんと彼は大学に入学したんです。バカ！そう、ロドニーは FBI から最重要指名手配されていたにもかかわらず、堂々とニューヨーク大学のフィルムスクールに入学。他の学生と普通に酌をし、さらにアマチュア写真家としても活動。逃げも隠れもしない悠々自適なキャンパスライフを満喫していたんです。しかし、さすがにここまで堂々と出回ると怪しまれないはずはないんです。すぐにロドニーのキャンパスライフに終止符が打たれます。それは1971年の夏、大学で開催された女子学生のみのサマーキャンプに
ロドニーはスタッフとして参加。そのキャンプに参加した女学生2人が郵便局であるものを目にします。それが FBI 最重要指名手配者リスト。そこに掲載されていたロドニーの顔に青ざめる女子学生たち。すぐに警察に通報し、このことで3年間も捜査から逃れていたロドニーはとうとう逮捕されたんです。ロドニーの罪状は少女2人の殺人未遂罪と誘拐罪を含め4つもあったんです。これらの罪で起訴されていたロドニーでしたが、ここである問題が起きます。被害者であり唯一の証人であるタリの消息が不明だったんです。なんと彼女は一命を取り留めて退院した後、アメリカ嫌いになりメキシコへ移住してしまい消息を絶っていたんです。結果検察は証人を用意できず、ロドニーも黙秘を続けたことにより、その結果ロドニーは禁錮1年から終身という不定期刑に処されることになったんです。しかしこの不定期刑が再びこの凶悪殺人鬼を世に解き放ってしまう原因になってしまうんです。もうバカだなほんと。なんとロドニーはまたもや持ち前の明晰な頭脳を生かし、さらにはその爽やかな笑顔で看守や精神科医たちの心に取り入り、たった3年で出所したんです。その後ロサンゼルスに戻ったロドニーは案の定殺人三昧の日々を繰り返すようになるんですが、ここでもまた犯罪者らしからぬ大胆な行動を取り世間を驚かします。なんて出すのよ。もう再犯するって分かりきってるわよこれ。いや人はね、人を信じるんすよ。もう俺もね、小学校の時ね、日渡先生っていうのは女の先生いたんですよ。誰怒ったらね、ブンブンブンってやりながら追いかけてくるんですけど、クソつまんない先生ね。このロドニーはFBI から最重要指名手配されていたんですが、なんと逃亡犯とは思えないとんでもない奇行に出るんです。大胆すぎる行動。1977年、ニューヨークからロサンゼルスに戻ったロドニーは大手新聞社に就職。新生活をスタートさせるんですが、もちろん殺人をやめることはありませんでした。ロドニーの殺害方法は決まって犠牲者の首を絞めて意識を失わせ、一旦意識が回復するまで待つという一連の行為を死ぬまで繰り返すという非常にむごいものだったんです。性格悪っ。ニューヨークから戻って間もない1977年11月、18歳のジル・バーコムを殺害。立て続けに27歳の看護師ジョージア・ウィックステッドを殺害。そしてジョージア・ウィックステッドを殺害した翌日、ロドニーは普通の神経では考えられない驚きの行動に出るんです。その行動とは、デート番組に出演。なんとロドニーは殺人の翌日 The Dating Game という全国放送のデート番組に何食わぬ顔で出演したんです。彼は自己紹介で写真家として活動しており、スカイダイビングとツーリングが趣味だという大嘘をついて登場。ダッセーな屈託のない笑顔を見せるロドニーは会場は盛り上がり、なんと見事マッチングにも成功するんです。想像してみてください。恋愛番組に出演している男が実は裏で大量に殺人を犯している人間。めちゃくちゃゾッとしますよね。この殺人を繰り返しながら全国放送番組に出るという大変リスキーな行動はロドニーにかなりの快感と自信を与えたんです。自分は何をしてもうまくいく、そう勘違いしたどちゃくそバカなロドニーはさらに犯行を重ねていくんです。しかしもちろんその大胆な犯行が人の目につかないはずがありません。1979年6月、どちゃくそバカなロドニーはとうとう逮捕されてしまうんです。ビーチで12歳のロビン・サムソンを誘拐し殺害したバチクソバカロドニー。このビーチでの不審な行動が通行人に目撃されていたため、短い捜査でロドニーはあっさり逮捕されてしまうんです。そうして1980年2月、ロビン殺害事件の裁判がスタート。逃れようもなく罪状は死刑となり、この事件はこれで終わりかに思えました。しかしこの裁判で裁判所や検察側に不手際があったとして、ロドニーには幸運なことに裁判はやり直しとなるんです。その間にロドニーは持ち前の頭脳で法律を熟知し、無罪を勝ち取る方法を勉強。その後ロドニーは死刑判決を2回受けるんですが、2回とも覆すことに成功してしまうんです。これに機嫌を良くした頭お花畑のロドニーは自分が無実だと主張する本 Use the Jury までリリース。世間をも味方につけようと目論むんです。ずうずうしいなこいつ。そして3回目のロビン殺しの裁判の時、死刑を逃れる算段はできていたロドニー。しかしここで頭脳明晰なロドニーにも計算できなかったことが起きてしまうんです。番組出るなんて相当大胆よ。もうバレるとも思わないのね本当に。私のこのボディくらい大胆ね。作り物。この後ある人物の登場でこの裁判は突如終わりを迎えるんです。2つの想定外。
ロドニーは法律を熟知し、どうすれば無罪を勝ち取れるかに自信を持っていたんです。そんな彼は3回目の裁判では弁護士を雇わず、なんと自分で自分の弁護を務めます。すげえな。このように自信満々のロドニーだったんですが、2つの想定外な出来事によって事態は急展開。1つ目の想定外は DNA 捜査の劇的な進歩。捜査官たちはロドニーが犯人に違いないと睨んだ事件を最新の DNA 鑑定で再調査。そうして3度目のロビン殺しの裁判にはさらに4人の女性を殺害したという罪も追加。ロドニーはまさか新たに4人を殺害した罪に問われるとは予想していなかったため、弁護は散々となってしまうんです。そしてもう一つの想定外は、ある人物が証言台に立ったことでした。その人物とはロドニーの最初の被害者、タリ・シャピロ。なんとメキシコへ移住してしまい消息がわからなくなっていたはずのタリ・シャピロが裁判で自分の意見を言わせてほしいと裁判に登場したんです。タリは、ロドニーは恐ろしい人間よ。私の事件の後に終身刑か死刑になるべきだった。そうすればこんなに多くの犠牲者は出なかったわと訴え、極刑にすべきだと声を大にして主張したんです。これを最後にもう何も言えなくなったロドニー。結果、全ての容疑で有罪となり、改めて死刑を命じられ、これ以降判決が覆ることはなかったんです。ちなみに、ロドニーの頭脳が最も発揮されたのが証拠の隠滅と言われていて、最終的に5件の殺人罪で死刑判決を受けたロドニーだったんですが、まだまだ多くの未解決事件に関与しているとも報じられているんです。その未解決のままの事件数の推定はなんと130件。天才シリアルキラーロドニー・アルカラは明るみに出ていない多くの余罪を抱えたまま、現在カリフォルニア州の刑務所で死刑執行の時を待っているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。